J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週も先週に引き続き斉藤匠さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督の仕事を始められたのはいつ頃なんですか？20代の最後だったので、はい、29歳ぐらいの時に、はい、企画で、はい、映像を撮ってみないかという話があって、はい、ただ僕20代実は俳優の仕事って全然なくて、いわゆる下積みという時代だったんですね、はい、でそんな中僕の唯一のレギュラーみたいなものがあったのが、はい、映画を紹介する役割だったんですね、はい、映画秘宝というかなりニッチな映画雑誌で、はい、戦前のちょんまげミュージカルとか戦前のなんかいろいろニッチなものをこう連載に書いてたりしたら、それを見てくれた人がまたワウワウで今度は映画番組をやらないかって声かけてくれて、はい、でそれで13年ぐらい続いてた映画紹介番組があったりしたんですけど、俳優業というよりは、はい、その映画が好きっていうことで仕事をいただいてたみたいな時期が結構長くて、でも監督っていうことにはつながらなかったんですけど、はい、福山雅治さんがラジオの面識なかったんですけど、はい、ゲストに呼んでくださった時がありまして、はい、2014年とかだったと思うんですけど、はい、そこで君は映画撮った方がいいってラジオの本番中におっしゃったんですよ。で僕出資するよって言ってくださって、でちょうど福山さんは、そして父になるという是枝さんの作品でカンヌに行かれて、日本のこれからなんか映像に関わる人たちを応援しなきゃって思ったみたいで、それを言ってくださって、その時に企画だけはなぜか温めていたんですね、いろいろ。なので3つぐらい企画をしっかりとこう形にして時間を作っていただいて、プレゼンみたいなことをさせていただいて、実際に出資してくださって初めて長編映画を撮るんですけど、その作品のお母さん役が菅野美鈴さんという、そこで初めて出会うんですけど、っていうなんか不思議な最高の出会いですね。でもそうですね。何かこう偶然のようで全てがこう糸でつながってるような、住野さんに今年になって出会えたことも、この番組に呼んでいただいたことも、なんか全て決まっていたことのようにすごくこうドラマチックな感じがしてますね。でも先週、その俳優、役を演じるときはカメラのことは気にしない、映像のときはっておっしゃってましたけど、監督とその俳優をどっちもやるっていうのはものすごく大変なことのように聞こえるんですが、そうですね。役割ってどこまでが俳優の役で役割で、どこまでが監督の役割なのかっていうのが僕らからはそんなにわからないんですけど、そういうことを考えてらっしゃるんですか？この間のアカデミー賞とかもそうなんですけど、ハリウッドの映画、インディーズも含めてですけど、今大半が主演の方がプロデューサーも兼任されているというか、企画からその主演の方だったり、メインキャストが関わってるってことが結構多いので、それは最近の流れなんですか？それともずっと昔から？最近特にですね。特に。で日本でも俳優さんが企画して、それがコンテンツになったり、そういう流れで俳優さんがご監督に今なっている人が日本でも多くなってきたなという感じがするんですね。で実際俳優だけの時は監督を経験して思うんですけど、1から10で企画から完成だとすると、俳優さんは7ぐらいから参加することになるんですよね。その10を完成とすると、俳優
は結構終盤に決まってきたりする、あ、こんなに後半だったんだ僕ら俳優が関わるのはっていうのが最初監督した時の印象でした。なるほど。それまでの見えない仕事がものすごくたくさんあったという感じです。杉野さんはニューヨークに拠点を置かれるっていうことの意味を、その小曽根さんを経由して、去年やっと分かったんですけれど、なんか僕ニューヨークに本当に憧れがあって、なんかみんな主人公みたいな顔して歩いてるなと思ってまあそうですね。その中で1週間とか行ってもそんな長い期間じゃなかったんですけど、今まで僕がニューヨーク行ったのは、やっぱここで生活すると、多分ね、みんな主人公の中でじゃあ自分はっていうことを常に、これはなんかバイアスがかかるわけじゃなく、当たり前にじゃあ自分はのルーツとかがすごくものを言うっていうか、常にその矢印が自分で自分にさせる場所だなって思うんですけど、ニューヨークにおけるこう日本人ミュージシャンっていう、ニューヨークだからこそさらにこう進化した部分みたいなのってご自覚あったりします？いやー、でもその自分がユニークで、自分で自分がユニークであると思う部分をよりこう尖らせるっていうマインドにはこうよりなった感じがしますね。まあそれはなんかこう社会の動き方の違いでもあるんですけど、日本とまあ特にアメリカの中でもニューヨークの、もう本当に世界中の人が集まってるし、もともとこう移民でできた国だから、やっぱりアイデンティティをより考えるようになるし、まあその他の全く自分が交わってこなかったような方々と会う可能性も高くなるし、まあそういうところで自分の表現方法と感性が描かれたなという感覚はありますけどもね。そっか、僕もそういう夢を見たことは今までも何度もあって、ただ僕もそこに踏み込めるかって言ったら、なかなか現実的じゃないところがあって、その引き止めるというか、その決断に至らない理由を探してしまったりとかっていうのはあるんですけど、多分日本に行って何かこう積み上げれるものもなくはないかなっていうのは半分言い訳ですけどあって、いや間違いなくあります。それって何か住野さんにちょっと相談じゃないですけど、どういうことを意識してこう日本で過ごしてクリエイターたちが行くと、例えばそのニューヨークからの目線とかで見て、そこは日本でしかもしかしたら培えない部分だみたいなものって漠然としてますけど、あったりしますか？日本を離れてみて、よりこう日本とか東京という街をなんか客観的に、相対的に見るようになったのかな。とてもこんな魅力的な場所だったんだと、こう再認識することは最近よくあって、やっぱり別にじゃあアメリカに行ったからアメリカにアジャストしなければならないとか、もちろん言語の壁とかそういう問題はあるにしても、どっちかといえば自分が生まれ育ってきたルーツ、アイデンティティをポジティブに捉えてそれを全力で表現する方が、やっぱりそれは受け取り手にとってもこう面白いものになると思うので、自分のルーツをポジティブに捉えるようになったかもしれないですね。何とも思っていなかったのも、そうではなかったかもしれない。
京で生活する上で耕せるものをちょっとその意識しなきゃなっていうのはすごく思ってて、で、小曽根さんがニューヨークに、20代とかで行かれた時に、ホームシックになった時に、ミスエさんの誕生日にもいらっしゃってましたけど、山田洋次監督の男は辛いよを見て、それを回避したって言っていて、確かになんか当たり前にその日本映画の中でも、まあレガシーとしてありますけど、そういう、これが日本的だったんだって結構その、僕らは当たり前にいつでも出会える寅さんみたいな感じの距離感だったんですけど、国外、海を渡ったところで、そのソフトというか IP がどれぐらいその意味を持つのかっていうのが、そこに一回さらすみたいなことが、自分が作るものもそうですけど、とても大事な時代な気がしているんですね。その中でクリエイティブを常にされてる住野さんに本当に影響を受けたいなと思って、それはその言葉でこうやってご教授いただくっていうことももちろん大事なんですけど、その住野さんの表現からそれをもう感覚的に感じるっていうことがとってもこうクリエイティブのなせる恩恵なんじゃないかなと思っています。小曽根さんもそうですけど、なんかこれからの時代に住野さんがこれは大切にしたいと思ってらっしゃることってありますか？いや難しいですよね。というのも、なんかまあ今これだけなんかどんどん世界がテクノロジーのことでどんどん近くなっている感覚だったけれども、なんかこれから先もしかしたらこれ以上近くなるというよりは遠くなってしまうんじゃないかっていう心配もあって、まあ、中東で起きていることもそうですが、気軽に飛行機移動が領空を通れなかったりとか、まあ物理的にもそういう問題で遠くなっていると言えますよね。なんかそういう流れがどんどんもしかして加速していくんじゃないかと思うと、これは怖くてたまらないわけですけど、まあでもやっぱり自分のルーツにその向かう、自分で向き合うっていうところと同時に客観的に、やっぱ客観的という言葉は僕は好きなんですけど、結局まあ世界にこれだけいろんな人がいて、でそれは遠くなればなるほど私たちの解像度は低くなってしまう。まあそれは生きる、サバイブする上で当然なんですけど、その解像度が低くなっているということに自分自身で気づくということと、それにまあそんな世界の全てを解像度高く見ることなんて一人の人間の脳では不可能なので、まあその中でベストを尽くすというか、そういうマインドではいるようにはどうですかその点。でもこういう時代だからこそ、その音楽の持つ力というか、それは演劇とか映像寄りの人間としては羨ましいぐらい、その言語を超えた何かっていうところで、住野さんや小曽根さんの活動を見ていて、芸術ってこういう時のためにやるんじゃないかなっていうのはすごく思っています。ただその芸術の選択肢っていうのは良くも悪くも今飽和状態ではあるので、そうですね。なんか本物を、自分が本物って思うもの、心が動いたものを掴んでいくっていうことが、なんか自分の中の一つの正解に向かっていけることなのかなっていうのは思いましたし、その中で、今までの住野さんの発表してくださっている楽曲もそうですし、これからまたどういうクリエーションされていくのかなっていうことの影響を受け続けていくってことは、僕は自分を保つってことにつながるなと思ったので、これからも住野さんのクリエーションを僕はいただきたいなと嬉しいです。思いました。あれですか、すごくアホな質問しちゃいますけど、その、まあ、映像に対して多分楽曲を作られたり、することもあるとは思うんですけど、その映画音楽とか
ってちょっと最後に聞きたかったんですけど、その今後その可能性としてあったりするんですか？サントラを全部受け持つとか。あります。ちょっと全然ありますね。それは多分多くの監督さんたちが今の一言をキャッチして、僕含めてですけど、映画音楽はやりたいですね。この30代の目標の一つもありますね。今年去年30になった。はい。僕自分の現場で唯一自分らしい演出が音楽をかけながら撮影するんですよ。その場でかかるであろう、実際は違ってもいいんですけど、それを音楽を司る方にお願いして、事前にここでかかりそうな楽曲、他の人の曲でもいいんですけど、を流しながら、本番だけは流さないんですけど、テストとかリハーサルでは何度も流して、じゃあ実際のその最終アウトプットの雰囲気を把握しながら演じると。役者さんたちはもちろんね、舞台とかだと感動的なシーンで感動的な曲がかかったりして乗れるとかってあると思うんですけど、そのスタッフさんたちが今僕らが切り取ってるものの作品自体のバイオリズムみたいなものを音楽で共有できるんじゃないかなと思ってやっているんですけど、そうすると編集の時にハマるんですよ。なんかみんながリズムでつながってるっていう感じがして、照明部、録音部、美術部、全ての部署が、なんかそれは音楽を軸にやっぱり作っていくっていうことが、僕の中では正解だなと思っていたりするので、結構そういう無茶なオーダーをしてくる監督もいると思うんですけど、でも僕もいつか住野さんとなんかそういう同じ方向に向かってクリエーションするという夢が今日新たにできましたので、ぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。またたくさんお話できたら嬉しいです。こちらこそです。ありがとうございました。ありがとうございました。2週にわたって登場していただきました。ゲストは斉藤匠さんでした。お邪魔しました。ありがとうございました。住野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。Across the Sky のウェブサイト右上バナーの Message to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナー、ポッドキャストでも配信されています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music なのでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。